メタン、聞いてほしいのだ。僕、海外移住に憧れてたのだけど、元特殊部隊の人が日本に逃げてきたって泣いてたのだ。意味がわからないのだ。あら、ずんだもん。いいところに気づいたわね。あなた、彼らがなぜ祖国を捨てたか考えたことあるのかしら？任務を終えた英雄は必ず家に帰る。それが当たり前。その当たり前がない国があるのだ。英雄が家に帰れない国、想像できないのだ。だって、海外で活躍する元軍人ってかっこいいのだ。任務を終えて故郷に帰る。それが普通じゃないのだ。その普通が世界では命がけの贅沢なのよ。普通の朝、普通の食卓、彼らには幻なのよ。母国では防弾扉を三重にロックして眠るの。真夜中、銃声で目を覚ます。それが彼らの日常よ。毎晩、爆発音のような何かに羽を切るのよ。さあ、ミエロック？映画の中だけじゃないのだ。現実を見なさい。彼らはその現実から逃げてきたの。成田空港に降り立った瞬間、震えて立てなくなる元機関兵もいるそうよ。涙が止まらないって空港の床に膝をつく人もいるとか、空気が違うと漏らす人もいるそうよ。空港の床、想像できないのだ。世界最強の男たちが震えてるのだ。ここは戦場の逆なのよ。銃を置いた男たちが最初に呼吸を取り戻す国、それが日本。息を取り戻す、深い息ができるのだ。そう、ここでは息ができる。それだけで十分なの。さて、感情論は置いておきましょうか。数字で見ていくわよ。ずんだもん、覚悟はいい？覚悟って何なのだ。ただのグラフなのだ。世界の銃犯罪率、夜間犯罪発生率を並べてみるわ。先進国の平均と比較して、日本だけが極端に低い水準にあるとされているの。警察庁の犯罪統計、OECD の治安比較、いずれも同じ傾向よ。2桁違う。いえ、3桁違う数字も珍しくないわ。治安は数字で出る。けれど数字に出ない暗部もあるわ。さらに米退役軍人賞、いわゆる VA の公開資料、退役兵のメンタルヘルス問題、自殺率、その背景には治安の悪化があると言われているわ。数字の裏には無数の家族の絶叫がある。忘れちゃいけない。母国に戻ってからも銃声の幻聴に苦しむというの。退役した後も戦場が続いてるのだ。そう、彼らの中で戦場は終わらないの。夜、家のドアが閉まる音にさ、銃を構える元兵士もいるという報告があるわ。郵便配達のバイク音にも身を伏せる癖が抜けないと。バイクの音で身を伏せる。想像つかないのだ。数字で見ると、日本だけグラフが地面を張ってるのだ。これ、印刷ミスじゃないのだ。印刷ミスならどんなに楽かしら。でもこれは、紛れもなく、現実の数字なの。印刷ミスの方が、よっぽど安心できるのだ。だってこの差、桁が違うのだ。これが異常の正体よ。息子に教えた。窓際で寝るなと流れ弾。入る。ベッドの位置、家族の命。窓際で寝るな。子供にだよ。これはある退役兵の実際の言葉だと報じられているわ。スーパーの帰り道に襲われた元警官の話もあるの。地域も実名も伏せられているけど、駐車場で銃口を向けられて走って逃げ切ったそうよ。生き延びてようやくたどり着いたのがこの国だったわ。日本のスーパーで初めて手ぶらで歩けたと泣いたそうよ。母は毎朝スクールバスまで息子を送る。腰に拳銃、それが愛なのだ。武装が守るために銃を持つ、それが彼らの母性表現なのよ。日本の母親が水筒を持たせる感覚で彼女たちは弾倉を確認するの。水筒と弾倉並べちゃいけないのだ。これ戦場じゃないのだ。普通の街なのだ。普通の街よ。ただし彼らにとっての普通、普通の意味が人によって違うのだ。普通の物差しすら国境を越えると変わるのよ。海外の退役軍人コミュニティではある単語が密かに共有されているそうよ。それが日本移住、ジャパンサンクチュアリと呼ばれているとか。サンクチュアリ、聖域って意味なのだ。そう、世界最強の男たちが聖域と呼ぶ国、それがあなたが今ぬるま湯と呼んでいるこの国なのよ。口コミで家族でひっそり移り住むそうよ。僕何も知らなかったのだ。戦場が終わらない男たちがようやく銃を置ける場所を探している。その目的地がここなのよ。目的地、聖域、僕のいる場所。さて、ここで一度舞台を変えましょうか。ずんだもん、少しの間黙っていてくれるかしら。はいなのだ。夜の新宿、ある路地、銃を置いた男がふと立ち止まる。街灯、看板の光、人の声、笑い声。彼が違和感に気づいたのはここからだったわ。何かがおかしい。いいえ、何も起きないことがおかしいと。何も起きないことが奇跡なのだ。そ
そう、平和とは奇跡を日常と呼ぶことなのよ。夜10時、住宅街、女性が一人スマホを見ながら歩いている。イヤホンまでつけて世界から無防備。ありえない光景。武装していない。付き添いない。これは罠なのか？罠じゃないのだ。ただ歩いてるだけなのだ。彼にとっては本気の警戒対象なのよ。ずんだもん。夜10時、一人無防備。母国では命が3つあっても足りない。続いて交番。無人。警察官は巡回中。灯りだけがついている。警察誰もいない。鍵もかかっていない。だって交番だもん。鍵かけたらお仕事できないのだ。その当たり前が彼の母国ではありえないのよ。鍵もかけず灯りだけ。母国なら標的にされる景色。駆け込めるからこその開けっぱなしなのだ。駅前。自転車置き場。鍵がかかっていない自転車がずらりと並ぶ。これはおとり捜査か？我々外国人を試している。試してないのだ。ただ忘れてるだけなのだ。忘れているんじゃない。最初からかけないのよ。それが信頼というインフラなの。信頼、目に見えないインフラなのだ。そう、目に見えないけど確かにあるのよ。そして終電後の駅。サラリーマンがベンチで寝落ちしている。カバンは膝の上。スマホはポケットからはみ出している。いびきまで聞こえる。無防備なのに誰も近づかない。この男もう終わりだ。財布、スマホ、命すべて奪われる。メタン奪われちゃうのだ。翌朝、彼はそのままの姿で目覚めるわ。何一つ失わずに。落とした財布は交番に届く。中身は減らない。現金もカードも家族写真もそのまま。落とし主が現れるまで誰かがそっと届けてくれる。ありえない。これは罠なのか？罠じゃないわ。ただの火曜日よ。火曜日？そう、彼らにとっての非常事態は私たちの火曜日なの。僕たち毎日異常な国に住んでるのだ。銃を置いた男が息を飲むほどの聖域にね。聖域、僕のベッドの上にもあるのだ。さて考えてみてほしいの。日本の交番警官の装備、警棒と拳銃一丁。一方諸外国の警察、防弾ベスト、ライフル、予備弾倉、装甲車両、そしていつでも撃ち合える準備。それが日常。いつでも撃ち合う、それが日常なのだ。装備の差がすごいのだ。別の職業みたいなのだ。別の職業、別の国、別の前提なのよ。装備の差は信頼の差よ。ずんだもん。日本人は社会を信頼している。だから警察を軽装にできるの。軽装の警官、それは社会全体の自信の表れよ。世界で最も強い男たちは弱くいられる場所を探してここに来る。弱くいられる場所。じゃあ僕が信じてるぬるま湯は世界の誰かが命がけで守ってる聖域なのだ。その通りよ。あなたが脱出したがってる場所を彼らは祈ってでも欲しがってるの。祈って欲しがる聖域。聖域は奇跡じゃない。誰かの努力の積み重ねで成り立つ。メタン、僕今海外移住の検索画面開いてたのだ。そっと閉じるのだ。賢明な判断ね。ずんだもん。銃を置いた男たちが選んだ場所にあなたはもう立っているのよ。僕たちの当たり前は誰かの祈りの結晶なのだ。小さな信頼が積み重なって聖域ができていくのよ。次回羽、彼らがもう一つ驚いたあれの話。銃を置いた男たちが2度目に呼吸を止めた日本のあれよ。気になるのだ。メタン、教えてほしいのだ。それは次回までのお楽しみ。気になるのだ。登録しておかなきゃなのだ。高評価とチャンネル登録よろしくお願いするのだ。現実はいつも対岸にあるわ。